いでに長ズボンも履くのはダメだからね。ね。大丈夫、ズボンは履かない。何の話だ。本当だよ。すごい全てを管理されてる。やばいよ、そんな管理された生活嫌だよ。いや管理するにはやっぱり一緒に住まないといけないんじゃないですか。いや、そうか。待って、管理この導入でいいの？管理ちょっとなんか今回ちゃんと導入したいって話してませんでした？私ね、ちゃんと導入したいから今いつから導入しようかって考えて始めるよって言おうとしてるの。最低だよ、七瀬お前。もう最低だよ。管理するには人のそんな考えた導入を台無しにしよう。七瀬クランベリー有罪です。わー出して、ここから出してくれ。ダメです。いや管理するにはやっぱり一緒に住まないといけないんじゃないですか。いや管理するにはやっぱり一緒に住まないといけないんじゃないですか。パーフェクトポッピンパニックがわかるパーフェポッパラジオ。イエーイ。あー、かわいそうに。いつもさ、ゆるーってぐだーって始まるからさ、いや次はこうね、ちゃんと導入決めて始めたいんだよねって思って、まあ、今録画オンにしてたけど、こういや、いつこう始めようって言おうかなって思って。でもなんかこのゆるっとぐだっとね始まる感じはいっそラジオっぽいまであると思いますよね。確かにね、まあねそう普段の我々をお届けっていうコンセプトには非常によく合ってるんじゃないですか。そうですね、まあね、合ってるかな。いつになったらちゃんとしたスタートができるんだろうな。ちゃんとしたスタートじゃないですかこれは。発展途上ですから。ちゃんとしてますよ。こうさ、せーのスタートってやりたいじゃん。せーのスタートで始まるラジオはちょっとな。クランチングスタート。いや、なんなら私は茶番のミニドラマとかやってからラジオ始めたいぐらい。それはまあわからないでもね。それはラジオっぽい。っていうのとかもね思ってるんですが、まあはいリーエ会でございます。はい、じゃあ自己紹介してもいいですか？はい、自己紹介いきましょう。行きましょう。パーフェクト担当赤坂いつかです。ポッピン担当リーエかすみです。パニック担当七瀬クラベリです。私たち3人合わせてせーのパーフェクトポッピンパニックです。あったやった気がする。ですがずれてた。細かいよそんなん。ちなみに前回のさこのこれなんだけど、前回の七瀬枠のこのねあれなんだけど結構合ってたよ。やったね。そう結構合ってると思って嬉しかった。意外といけるもんだなって。そうなんか自分視点でその投稿その録音を採用する人視点で合ってたら意外と合ってるから。それはそう。いっか。パフェポラジオ。いやはい、というわけでですね、改めてリーエ会なんですが、いや今日はですねちょっとね企画について考えようかなと思ったんだよ。というわけでですね、いやなんか、まあ、我々ねいろいろとラジオでもいっぱいおしゃべりしてるしいろいろできるし、いやなんかさこうずっと一緒にいるのも楽しいんじゃないかなと思って。いや絶対言うと思った。あれ言ってたんだよ。絶対嫌だっていうやついるよなって二人で。さっきさテレでさ絶対嫌だって言われるよなって言ってた。絶対言うと予思った。感的中。録音しときゃよかった。よくわかってるね。でもねそんなわけでリエ的にはずっと一緒にいるのも楽しいんじゃないかなと思って、例えばパフェポパで1ヶ月間だけシェアハウスして3人一緒に住むよってなったらっていうのをちょっと考えようかなって。いやん。へきやん。 1ヶ月お付き合いしてほしいな。長いな。3日にならない？いや1ヶ月じゃないと住んでるにならないでしょ。そうなんだよね。だからそれこそ旅行で1日でってもうなんか単純に合ってるだけなんだよなそれ。というわけでねシェアハウスについていっぱいね妄想をね広げながらこうあだのこうだのちょっと企画考えたいなと思ったんだけど、ここまでのさ会話でも結
構我々いろいろ、正直個性強めなので、多分ねシェアハウスのルールをしっかり決めておかないと破綻すると思うんだよね。確かに大喧嘩して殴り合いになるかもしれないもんね。ね、最終的にちょっと人情沙汰になっちゃうね。やばいってやばいって、もつれちゃう。どこまで行っちゃうのそれそんなことにねさすがにならないと思うんだけれども、一応ルールは決めといた方がいいかなと思ったので、はい、改めまして今日のテーマです。我々パフェポパがシェアハウスで一緒に住む場合のシェアハウスのルールを考えよう。わすごい全然ハマってない。なんか全然しっくりきてない。すごい何それ何そのやる気のなさ。一緒に住まなきゃいいじゃない。やだい、すごいよ。前提条件のところなんですけど、七瀬は独り身でいいんですけど、君たちはさ、一人だけの体じゃないわけじゃないか。そうなんですよ。それどうなんの？その付属品はどうなの？付属品っていうのは時空よくないよ。命を無機物に例えるのよくないよ。というわけで、精神と時の部屋じゃないけど、1ヶ月間が過ぎるシェアハウスで、出たら通常通りみたいな。でそこで起こったことはなかったことになる。ちょっと待って、こんな殺そうとしてない？なんかさ、今物騒なことを考えようとしてる？じゃあ一旦別次元平行世界線で、3人ともこう独身というかなんか別に家族とはいないという状態が自然という。そう、家族のことについては心配しなくてもいいよにしとこう。そう具体的にどうとは置いといて、心配しなくてもいいよっていう。そこは一旦じゃあ我々3人だけで住むっていうことね。そう3人だけで住む場合にしよう。はい。なるほどな。いや、いろいろあると思ってさ。とりあえずね、リエがね、真っ先にね、思ったのは、とにもかくにも、ゴミ捨ての前の日にはベリちゃんに明日は燃えるゴミの日だよっていう報告をするっていう。それめっちゃ嬉しいかも。もう一緒に住みたいかも。自分で管理しろ、それぐらい。いやマジで、だからいまだに自分の地域のゴミの日わかんないから勘でゴミ出ししてるっていう生活をね、ずっとねもうここ数年送ってるんですけど、聞くたびに意味わかんないのよ。勘でゴミ出ししてるって。迷惑だぞ。いや本当にそう。でもギリ合ってると思うの。怒られてないから。怒られてないイコール合ってるじゃないと思うんだよね。いやでも他の人も捨ててる時にこう乗じてるから。大丈夫乗じてるんで。深夜にもうすでに積み上がってる、深夜3時とかに外出るとさ、たまにもうゴミがある時あるから、それを見つけて、じゃあ燃える日だって。そのさ、積み上がってるものが実は燃えるだって思ってもさ、実はプラゴミだったとかあるかもしれない。そこまで考えたことなかった。考えろお前。うちの地域がどれぐらいゴミの分別に熱心な地域なのかがまずそこだよ。引っ越したらまず一番最初に確認するとこだ。そうなのか。なんか何も気にしてなかった。ゴミ袋ある。しかもなんかたくさん積んであるってことは燃えるんだろうみたいな。たまにねすげえ少ない時がある時は燃えないかなみたいな。燃えるゴミよりもプラゴミの方がなんか積み上がってる率高いイメージ。わかる。そうなんだ。ってことはだよ、七瀬。それ怒られてないんでしょ。もしかしたら間違ってるかもしれないでしょ。誰かが七瀬のゴミをしょうがないなって分別するふりして開けてるぜ。マジ？ありがとう。違う。代わりに分別してくれてありがとうじゃないの。俺そこでさ、自分の個人情報とか自分の生活をなんか覗かれてるって思わないのかよ。そうか、そういうことか。そうか。でも別に見られて困るゴミないしな。そっか。
ないなぁ。ないよそうか、な。いるかもしんないじゃん。ああ、まあ、うんそうね。たまにアマゾンから届いた七瀬クランベリ様って思います。今でまたちょっと待ってシュレッダーしとこう。でそこプラスさ、うん自分の本名の載ったさ郵便物とか漁られてるかもしれないじゃん。まあ別にそれぐらいは別に七瀬クランベリーイコール。ル七瀬、うんこんな名前あ、そう、なんだ。まあ確かにそうか。それ紐ついちゃうのか。そうそう、だからそう、魔界ではこんな名前なのに、あ、人間界擬態するとき、あ、こんな名前なんだみたいなさ。ああ、そうかそうか。分かってしまうやつですかね。そうね。いやまあ確かにな。まあでも別にそうか。なんか危機感持ちな。本当に魚の骨とかしかないからいいかなと思ってた。いいよ。そっか。じゃあゴミの日の前、特にね七瀬に言うべきなのは、ペットボトルはちょっと言ってもらった方がいいかも。まずペットボトルめっちゃ溜めちゃうから。ペットボトル分別さはすんの？なんならさシェアハウスのさ、共同のところにペットボトルゴミ箱置いといた方がいいんじゃないかな。あ、確かに。あなた方はキャップとラベルをちゃんと分けられます？分けてるよ。何でられます分けるの？ほら見ろ。こういうやつがいるんだよ。分けるって何？どういうこと？ペットボトルってね、ラベル外して蓋外して洗って捨てるんだよ。そう。なんで？なんで？リサイクルのため。とはなんで？待って、そんなんしないでもできるやろ。そうなの？なんかね、人間界って噂によるそうなの？とラベルは100本譲っていけるかもしれないんだけど、そうだね。なんかね、キャップは外さないとうん工場で蓋外れなくてパーンってなるから必ず外してねって。だから工場の人たちがすげえめんどくさいことになる。あ、そうだったの？お手間をおかけごめんなさい。してるんだよあなた。今日それはから外します。今溜まってる分全部外します。40本ぐらい今溜まってるから全部キャップ外すわ。いや違うね。七瀬はペットボトルの蓋しないなんかわざとして捨ててて、なんなんでやかちょっと飲み残してるやつがたまにあったりするんじゃん。あれ洗わなきゃだよ。だから私もさペットボトル洗うのさすごい嫌なんだけどさ、ペットボトルゴミの日はさバケツ置いて開けてそこってやつジャッてやってっていうのからやってるよ。ゴミの日はじゃなくてさ、ペットボトル飲み切ったらその段階で洗えよ。やばい。生活の流度が違う我々。やばいやばい。三者採用に。飲み残しそのままずっとあんのやだろ。なんかでも蓋したら別に何もなんかカバンの害ないし。中に入れっぱなしだったペットボトルとかを発掘してきて捨てなきゃ。すぐに出せそのまま。うわあ、そうなんだ。知らなかった。ちょっともうちょっとダメです。あなた方とちゃんと分別はしてるよ。あなたじゃあ赤坂から1個ルールの提示。ペットボトルの飲み残しはすぐに洗え。はいあた。はいわかりましあその消極的な返事はお前。た。だってさ、台所行くのが面倒で500のもう500のペットボトル買ってるのに、結局それを洗うのに台所行かなきゃいけないんだったら本末転倒じゃんって思う。何がお待ってんとか。じゃあ2リットルのやつを飲む。飲んでる間は行かなくて済むじゃんだって。それは。いやでもそうねそうね、まあそうか。まとめて洗えばいいか。片付けるのなんてほんの数十秒じゃない。でも立って歩いてしなあかんやん。しゃがんで拾ってそう、しゃがんで拾ってね、落っことしてるからね。君たちさ、筋肉の気持ち考えたことある？筋肉の気持ちで何？そんなこのほんの少しの運動すら拒否される筋肉の気持ちになってみなよ。俺は動きたいのに、七瀬のために、リエのために動きたいのに、なんで拒否するんだって思っとるで知らんけど。筋肉はね、奴隷だから七瀬の脳うちのの奴筋肉隷だから。貧弱だから赤坂の筋肉も貧弱だけどさ。ちょっとでもね、めんどくさがらずね。なんかでもそうだな、君たちと過ごしたら少しだけ七瀬の生活のなんかレイヤーが上がりそう。じゃあ上がるんじゃない、人並みに近づくだけ。最低水準に近づくだけ。そっかじゃあさ、うんご飯をさ食べる前はさテーブル拭く派？
まあ服かな。状況次第だけど、うち状況次第ではあるかな。は息子氏がいるからさ、そっかそっかそっか息子氏がなんかもう我慢できない時とか、あんまりなんか丁寧にやんない時はあるけど、基本は服けどね。うち大拭きとかなくてさ、概念がね概念なくて、そうでもさ、台拭きってさ、洗うのめんどいからさ、そうなの、そうなの。私は使い捨てのペーパータオルでそう拭くよ。それは全然いいと思う。あれいいよな。なんかそれなんかさ、テーブルって汚れるんだって気づいて、途中からね、暮らしてたら途中からなんかそう、なんかテーブルってなんかどんどん汚れていくぞって思って、でちょっと拭こうと思ったけどなかったから、お母さんからもらったなんて言うんだっけ、ちょっといいさタオルあるじゃん。ちょっといいタオル。ちょっといいタオル。ちょっといいタオル、ハンケチタオルみたいなやつがあったんだけど、はいそれでテーブルを拭いたの。お母さんがかわいそう。そしたらさ、そのハンケチが汚れるわけじゃん。でしょうね。そうだね。そう汚れて、薄紫色の綺麗なハンケチやったんやけど、それを、あらあら汚れちゃったわと思ってハイターにつけたらね、ちょっと綺麗にしてと思ったら、ね綺麗なピンク色になった。漂白されちゃったね。お母さんごめん。そう今治だ、今治の綺麗な紫をあなたは何色にしたの？薄いまだらなピンク。まだらかいや今ね、ワンチャンピンクになっただけだったら、まあ色変わっただけならギリセーフかな。まだらわかんな。もう擁護できねえよ。お母さんがうち来るってなった時はもうそれをめっちゃ隠した。かわいそうに。でもね、それ以来ね、台を拭いてないんですよね、うちは。ニトリとかホームセンターで売ってる台拭き用の使い捨てのロールがあるから。でもさ、ロールそのまま置いとくの嫌じゃない？いいよ別に。カット台拭きはカット台拭きはなんかなんかキッチンにこう刺しておいてある。刺してるんだったらまあいいか。なんかさ、さっと使いたいから私はあれウェットティッシュでやってる。それもいいよね。そう、息子氏にどうせウェットティッシュ使うから、もう全部一括でやってる。あら、ウェットティッシュ2つけて。そう。もうなんかとりあえず大真面目にベリちゃんに勧めるために共有だけしとくね。まあどうせなんせは机なんか拭かないんだけどさ。ありがとう。拭いて。なんかさ、これさ、このなんだっけ、この不織布っていうの、この生地水吸わんくね？吸うよ。これ吸うやつ。これ吸うやつ。よくあるさ、飲食店にあるダスターってあるじゃん。なんかピンクやら緑色の。違う？大丈夫？あれ最初入りっぱな水吸わなすぎてめっちゃイライラすんだよね。これ大丈夫？最初から水吸ってくれる？これ大丈夫吸うやつだし、飲食店のやつも多分ね、吸うは吸うんだけど、なんだろう、難しいな。あれ使うタイミングが染み込ませないとね。タイミングがねあるからね。そう。私カラオケ店の清掃のお部屋の清掃の時とかガーってこういうの使ってたから。なるほどな。でシェアハウスのルール。七瀬、ご飯を一緒に食べるみたいなルールはない方がいいと思います。その心は？七瀬一人でご飯食べたい。わがままですよ、それはあなた。でもシェアハウスだからさ、なんかさ、こう食べたい時に食べる人でいいんじゃないのかな。なんか別に一人でやりたかったら一人で。そう、なんか食べたいタイミングでさ、たまたま会ったそう時とか、それで一緒に食べるのはいいけど、なんか一緒にご飯は食べようねみたいなルールを作ると、七瀬が多分最初に音を上げるからごめん、ちょっと動画見ながらご飯食べたいからごめんね、部屋で食べるねって多分言い出す。いいんじゃん。それは好きにすれば。好きにしろよだね。
ご飯は自由。普通に一緒に食べる時時も欲しいけど、うんいう感じにしよう。それはルールではないのでは。なんかコラボじゃないけどさ、ご飯食べようよって誘って一緒に食べるでいいよねっていう。あ、そうそう、ねそれがいい。それだったらすごい嬉しい。あ、でもその食べるで言ったらね、なんかシェアハウスあるあるの共同の冷蔵庫なるものもその中に存在すると思うんですけど、そうだね。うん。プリンと桃ゼリーには名前を書くべきだと思ってます。アイス。全部書こうよ、全部。なんか別に名前書かんでもさ、自分で買ったものしか食わないルールだったらええやんけ。わかんないよ。そうなんだけどさ、ほら同じものを買ってきた時にどっちのだっけってわからなくなったら嫌じゃん。なんかもうエリア決めとけば。あ、確かに赤坂エリア。一段ここ七瀬エリア一番上、一番下、真ん中赤坂エリアに入れたらもう赤坂が食べますよ。じゃあ買ってきた、はい自分が食べれないやつはいつかちゃんのとこに入れればいい？あ、買ってくんな。でもそれを赤坂がそっと戻す可能性はあるから。うちさ、よくさ実家からさ梅干しもらってくるんだけど、私食べれなそれはいたくて、だきます。ありがとうございます。か。そのままいいじゃない、いいじゃん。それこっそり入れなくても普通にあげればいいので。リスナーさんからもらったノニジュースとかをリエさんやナナセンとかに入れるそれをね。そのまま吸って戻せばいいんだね、そっちに。いつかちゃんのペットボトルに混ぜとこう。最低。洗えよって。なるほどな。じゃあ、食べ物は、冷蔵庫はこう3分割ぐらいしてそれぞれ入れるエリアを決めて、エリアを決めて入れましょう。そうで、どうしても絶対に間違えられたくない場合は名前も書こう。そうだね。で入らなくなった場合に曲がりをしたい場合はちゃんとそれは都度交渉してください。ああ、確かに確かに。はい。そうだね。でっけえ大根買っちゃってさーってね、あるかもししれない。ょうがねえな、このkasvaでけえぞっつってね。歌詞でかいのか。その大根の一部を担保としていただくかもしれない。そういうことね。確かに。作ったもう上納してね、これでなんとか。何どうぞ何どうぞっつって。まあでもね、ルールっていう意味では私一個君たちに守ってもらいたい。はい。なんでしょう。消耗品は使ったやつが補充しろ。あそれはそう。ちゃんとね、大丈夫。それはそう。詰め替えて。いけるならせ、それはできる。本当に最後のさ、そのトイレットペーパーちょい残みたいなさ、あと2センチのトイレットペーパーだけ残して別に使い切ってないけどみたいな顔はしないタイプ。それは偉い。私はその日気持ち悪くなっちゃってそこまで使わなくてもいいのに一気に全部使って入れ替えるタイプ。あ、わかる。それはもったいない。それのせいで七瀬さ、お米食べ過ぎちゃうんだよ。いつもちょっと残すの嫌でさ、じゃあ食べるかっつったらなんか異常な量のご飯になって、あれはどうにかしてくれよ。なんであんな切り悪いんだいつも。そこはね、同じだわ。ちゃんとそのちょい残はせずに使い切りたいタイプ。いやほら君たちさ、シャンプー詰め替えない界隈だからさ、そうだよ。そこ心配だったんだよ。そう他のさ共同のさ消耗品に関してもさ、詰め替えない界隈だと困るなって。いやちょっと待って、一応言っとくね。詰め替えない界隈なのは別に新しいのを補充しないっていう意味ではなく、詰め替えボトルに入れるわけではなく、詰め替えのやつを買ってきて使うってだけだからね。だってさ、ほら洗剤とかはさ、詰め替えのボトルに詰め替えないと使えないよ。そういうことですよ。でも七瀬に詰め替えさせたらダブルシャンプーになる危険があるよ。大丈夫？それはちょっとどういう状況でそうなるの？今七瀬ダブルシャンプーだからね。なんだよ。でもね、待って。普通に消耗品で思ったんだけど、シャンプーとかトリートメントとか洗顔は多分各自のものを使えばいいと思うんだよね。そう、それは各自でいいと思う。だから食器用洗剤とかさ、そういうのは共同になるじゃん、おそらく。お風呂の洗剤とかさ。それで言うとさ、七瀬洗剤ジョイとかのさボトルをさこうスポンジにこうユッてする時あるじゃん。あの時にさ、もう潤沢な量がさワンプッシュで出ないとさめっちゃ嫌だからめっちゃ入れちゃうんだよね。わかる。もう常に満タンになりたいってもう半分ぐらい入れたらすぐ足しちゃう。からそれで大丈夫。私もすぐ足す。大丈夫だわ。ただちょっとその詰め替える銘柄が同じとは限らないのがそれ統一して統一してちゃんと香りと銘柄を。
香りも香りも香りミックスしないで。あーあーじゃないんだよ。香りもか。ちゃんとそこは統一してください。ねえねえねえ、洗剤の香り何派？なんかオレンジとかあるじゃん。ななちゃんデフォのなんもないやつが好きなんだ。私もでもなんもないやつ。うん。なんか普通の石鹸っぽいやつ。うんあ、そう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 。共通でございました。必要ない。うん。だいたい青色のやつ買ってくる。はいはい。わかる。青いやつ。青っていうか緑っていうか。大体青。そう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 。そうそうそう緑とか青とかの。そのなんか無課辺だよね。金みたいな。うんうん。そうね。なんか変にフローラルとかでもちょっと困っちゃうなって。いやそうなんだよ。なんか米は別にさ、そう洗剤で洗わないけどさ、なんかその、なんだろう、なんかコップとかにその匂いが残留とかしてるとなんかすげえ嫌だ。残留いやわかる。やだよ。なるべく匂いないやつ別に綺麗に洗えばそんな残留はしないからさ。まあそうだけど、そうだね綺麗に洗ってるつもりなんだけどさ、ん匂い取れてる自信がないんだよね。なんかね、自信持って嗅いじゃう。洗いなよ一旦嗅ぐ。一旦嗅ぐわかる。一旦嗅ぐ。それで言うとこの間さ、なんか七瀬がさ、コーヒーメーカーでコーヒー入れたらなんかすごいサバの匂いがしてさ、なんで？怖いなってわかんない。それまあ未だに理由が分かってなくて、氷が原因なのか、タンクで入ってる水が原因なのか、豆が原因なのか、それとも七瀬の手から香っていたのか、もうその全ては謎のままなんだけど、2杯目以降は大丈夫だった。家の中全体に香ってんじゃないそれ。あ、そうなのか。最近サバ缶めっちゃ食べてるから。大丈夫？サバの幽霊になんか取りつかれてたりとかしない？そう思ったの。そうだからサバの生き量かって思って。思ったの？思わない？そうに至ったの？思わん？そういう時。思うわこれけねえだろ。霊障だって思って。そう。でもね、もう今はもう成仏したみたいで大丈夫。あ、よかったよかった。よかったよかったじゃないんだよ。あ、お風呂そうだ。詰め替えのあれで言うと、お風呂はやっぱその時間をね、上限を設けないとね、そうですね。いくらでも入っちゃう人いるから七瀬のことじゃん。昨日もさ、お洋服をさ洗濯機に入れて、その乾燥までやってくれるやつなんだけど、それ入れてお風呂入って気づいたら乾燥まで終わってて、あー、がっつりだ。私は一体何時間風呂に入っていたんだって。それで言うならさ、お風呂に持ち込むものの制限をちゃんとルール決めとこう。じゃあとりあえずアイス禁止していいですか？なんでアイスがいいじゃん。ポップコーンオッケー。ダメ。ゲセオッケー。ダメだよ。食品を持ち込むな。風呂に。アイスとさ、お茶だけ許して、もうペットボトルの。ポップコーンも入れてよ。ポップコーンはやだ。お前。ごめん、ポップコーンはやだ。なんでだ。美味しいよ、ちょっとしけったポップコーン。お湯にお湯はつけないよ。いや気をつけるもん。だってさ食べたさ破片とかさ、うん手のさ手についた油とかがさ残留するでしょ。それはね、それはそうだけど。ほらねえ、アイスさ、ダメですクーリッシュだけ許して。ダメです。なんでこぼさないじゃん、クーリッシわかんないでしょ。でこのさクーリッシュのところでチュポってなったところでポトっていくかもしんないでしょうが。どうせ流れるから。ュ。そういう問題ではないよ。いや、ちゃんと蓋使うから。からとかじゃないのよ。こっそり持ち込んじゃうぜ、リリーちゃん。あ、そうなんだ。そうするか。こっそり持って。君たちルールって意味知ってる？ねえバレなきゃルールは破っていいの考え方の方が君たち。バレた時にあんた中に何をされるか考えたことないですか君たちは。やばい。やばい。逃げよう。つらかろうぜ。なる罰を受ける覚悟があるのであれば罰がある。ルールっていうのを破ったらそれ罰はありますからね。具体的には。収録とはいえこんなところで言っていいんですか？絶対ないになっちゃうけど大丈夫？一体何をされてしまうのか。まあちょっとこれは想像の余地をねリスナーの皆さんにね。いやいやいやバンバンバンじゃあ食べ物禁止？食べ物食べ物はなし。禁止です。はい。飲み物は？飲み物、のぼせないように。お水なら許可。お水あれば OK。なんか厳しい大学の先生みたいな。
大学なのみたいな。大学の高校とかじゃないんだ。なあいいでしょう、水ならね。なるほどね。水ならオッケー。そうか。いや本当はうん本当は嫌だけど。なんで飲まないの？なんでいつかちゃんはお風呂でどうやって過ごしてんの？だってお風呂に入る前に水分補給すればいいじゃん。いやいやいや、その入ってる間にね、こうそうそうねそうそう。なんかアニメそ2本見終わったぐらいあたりにさ、ちょっと水分補給してる。そうそうしない。風呂にそもそもも別にうん携帯とか持ち込まなくてもいいと思ってる。嘘。絶対ないとやだ。一人で入るときは必要。別にうちの旦那も持って入るタイプだから、うんそういう世界があるんだって私は結婚してから思って、そこにあ関しては許容はできるけど、うんなんか子供と一緒に入るときは子供がなんか動画見たがるからあそうなんだ。黙らせ用で持ってったりはするけど、別に自分一人の時はなくてもいい。だってお風呂って体を洗ってさ、清めてリラックスするだけの場所やで。なんか温まるときに芯から温まりたいからゆっくりするぞ、ついでに重力から解放されて気持ちいいぞ、ここに定住しようってならない？練習しようと思ったことないし、別になんかその携帯とかその娯楽がなくてもそれはできるくない？待ってどうすんのそれ。もうだってじゃあ何どうすんの？それは思考を巡らすんですよ。その思考の議事録取らないともったいないって絶対。なんで議事録ってあれだよ、うちはちゃんとお風呂用のお風呂スピーカー常備されてるよ。あすごいいいね。お風呂スピーカー欲しいんだよな。お風呂スピーカーね、いいよ。まあ、ね音楽かけるとかはまあ確かにリラックス要素としてはありっちゃありだね。とは思うけど別になくてもいいな。じゃああれはお風呂の時間は最長何分までみたいな。最長1時間。短くない？でも3人で暮らすんだったらそんなもんかって思ったけど。90分にしよう、90分。あ90分ね。 90分にしよう。逆に君たちそんなに入って何すんの？真面目な話ね、髪の毛がさ、すごい多くて、結構手入れに死ぬほど時間かかるので、がっつりやろうと思うと。なるほどね。確かに。私はもうお風呂で遭難するから。ちょっと何言ってるか分かんない。お風呂を沸かすじゃん。お風呂に入るじゃん。あっちーってなるじゃん。でお風呂のさ自動保温モードが終わるのよ1時間で。でそうするとお風呂がどんどん冷めゆくんだよね。でしょうね。そしたらお風呂の中は暖かいがお風呂の外に出たら寒いからお風呂の中の方がまだギリあったかいをずっと繰り返しどんどんお湯も冷え体も冷え。ベリーちゃん、それは速攻で出ような。もうダメだってなる。でも聞いて、スタンセは賢いからその時に追い炊きってボタンを押すんですよ。そうするとねまた湯船が暖かくなるの。賢いか賢くないかで言えば賢くないし、どちらかというと大バカ者なんでそれ。でまたその後になんかどんどん寒くなってきたってなって。でしょうね。学習しないね、大バカ者ですね。しないな。そう2回ぐらい遭難した後ぐらいにやっともうシャワーをねあったかいお湯をシャワーでいっぱい出して湯船ってかこう風呂場全体を温めて出ることに成功する。なるほどね。生還する。ねえメリちゃんのさ、お風呂さ、あれない？浴室暖房。ないんだよね。ないのか。そうないのよ。冬はね浴室暖房つけとくとね、どうしよう、お湯から出られない、寒い、お湯から出られない、回避できるのでめっちゃおすすめなんだけど。電気代跳ね上がるからつけねえな。確かにそれもそう。し別になくても問題ないし。出られなくなって何度も追い炊きするよりは安いかなと思って。だからこそシェアハウスでは時間を決めて1時間この区切りを超えたら罰です。そしたら、遭難する前に出られるわ。そうだね。それは下山できる。下山できる。そうね、それは帰れる。そうしましょう。じゃあ1時間目標を本当にもういくらなんぼなんでも1時間半には出るっていう。ダメです、1時間です。
もろもろ込み込みであれは髪の毛乾かすとかは別でいいよね。お風呂上がって、それはいいよ。それは別にいい。服着て服着た状態でお風呂のドア開けてタイマーストップだよね。そうだね。じゃあまあギリ。いやなんかね、お風呂でさ、この寝癖をね、この頭の上に出てる寝癖をね、直そうとしながら洗うとね、こいつ本当にね、なんか櫛が止まるんですよ。櫛が止まるのをほぐしてっていうのを永遠で繰り返してると、すごい時間があってだからね、基本はささっと洗いするんだけど、だからその時は短くていいんだけど、ちゃんとやるぞってなると、ブラシとシャンプーとトリートメントでこう、ガシッガシッ、溶けない、ガシッガシッってやった時間が恐ろしく消える。なるほどね。ちゃんとやるときは毎日ちゃんとやってるってこと？それは。であれば、ちゃんとやるときは申請してください。申請式か。誰に申請すんの？2人分のね、月3 2人回の許可が出ればいいです。それなるほど。確かに、いや今から1時間半入っても大丈夫みたいなね。オッケーオッケー。じゃあその申請はするわ。許可取りはするわ。じゃあ大丈夫。それ以外のノーマルの時は1時間です。次入りたいからごめんけど1時間で出てほしいみたいな時もあるかも。オッケー。それならいける。オッケー合意。パフェポラジオ。あとなんだろう。でさ、許可といえばさ、大事だなって思ったのがあるんですけど、我々だから大事かなと思ったんですけど、絶叫シフトが必要かなって。シフト制にすんの絶叫？多分なんだけど、各自の部屋で配信してたとして音貫通する気がするんだよ。で、するか叫んでる時だけ多分貫通ガチですると思うから、この時間はベリちゃんが叫んでる可能性があるなっていうみたいな感じで、とりあえずバッティングしないようにそこだけ絶叫のシフトが必要なんじゃないかと。そうね。絶叫っていうか配信自体のシフトを組まないといけなくない？それ。でも普通の配信ぐらいやったら大丈夫なんちゃう？だって赤坂のところは赤スパ飛んだら強制足つぼだよ。いつかちゃんのところはそっか。それはもう時間の指定とか私の意思ではどうにもなりませんからね。そうね。はい。まあでも別にちょっとぐらい乗っても正直大丈夫だから。じゃあ別にやばそうな時でもいいんじゃない？いやなんかねこういやたまにさいつかちゃんもすごい勢いで叫んでる時あるじゃん。初見が来るたびとか。でも音量となんだろう、なんかあんま変わんないよノーマルと。なんも変わんないよ。私はじゃあもう好きな配信しよう。絶叫に差はつけない差はつけない私は。貧富の差はない。私の絶叫の品質は一定です。品質じゃなくて私頻度の話だったんだけどな。そっち？でも別に貫通そんな気にしなくていいんじゃないかなって個人的には思いますけどね。なるほど。別になんか遠くの方で貫通してる声が乗ったとて、乗りました。なんか聞こえましたね。まあそっか。まあそうだね。我々がシェアハウスしてるってことをね言ってればね。そう。どっちかというと睡眠時間とかかなと思った。そうね。なんかさ別に言ってる言わない関わらず乗ってなんか誰かいるのって言ってちょっと同居してる幽霊がとか。絶叫する幽霊。なんか聞こえました逆に。やばい。絶叫幽霊がめちゃくちゃさすごいさ粘着質なオタクがさそのさその叫びうっすら聞こえた叫び声のさ周波数をさ分析してさこの時間同時時刻に配信してる赤坂さんの叫びのタイミングと完全一致してますスチャってなったらバレちゃうね。やばい赤坂の生き量がって。やばい。パフェポパハウスにパフェポパシェアハウスは言っていい気がするけどな。別にそれはそう。私は言いたくないよ。絶対言いたくないよ。なんでよ。楽しくないよ別に。楽しそうじゃん。いやリスナーに赤坂さん大丈夫ですかって心配されちゃうから。そんなことないです。そんなことないよな。
多分。なことないよ。言い切れてないじゃん。なるしあれ虫とかででも全部対応できるよ。虫でヤモリ全部対応できるから。虫をそもそも出さない。それはそう。出ても大丈夫。出まあ、なくでも虫は大丈夫。でも私トカゲダメだからトカゲだけ対応してほしい。トカゲヤモリ全部大丈夫。トカゲトカゲイモリヤモリタモリはダメだから。タモリ？タモリもでもタモリはごめん奈良瀬も無理かも。私もタモリは無理だよ。どうすればいいかわからない。サインもらえばいい、とりあえず。大御所に強くは言えないかも。タモリ出たらみんなで対応しよう。出てってくださいよとか言えない言えないじゃん。サインもらうしかないじゃん、そんなの。どうしよう。もてなしちゃうかも。やっぱ長いものには巻かれるっていう教育方針だから。すいませんね、こんなところでねって。でまあタモリはみんなで対応するって一つのルールそうね。だね。でイモリとヤモリとトカゲはお任せします。はい、任せて。はい。任されます。はい。それが虫とかは大丈夫私も。うんうんうん。虫もネズミも大丈夫。あ、ネズミも大丈夫なんです。でも見たことないんだよな、ちゃんと。まあね、私もほぼなんかハムスターは大丈夫だからいけると思う。別物だぜ。あ、違うのあれって。違うよ。あ、違うんだ。あ、じゃあダメかも。あ、でも大丈夫だと思う。リエはセミは無理。あセミはセミ平気ね。だな。セミは七瀬もあんまり好きじゃないけど、うんでもまあそうね。ロボットだと思えば対応できる。何を言ってるんですかあなた。セミは、そう、セミがセミロボットっていうかなんていうのうん防犯ブザーセミのことを防犯ブザーだと思うとすごい途端に怖くなくなるんだけど、でもさ、そのセミは一体誰を守ってるの？いや自分自身だけどなんかそのセミ生き物だと思うと質量から音と振動が出るってことが怖くて、そのギャップにならせ怖くなっちゃうんだけど、ギャップに燃えてあげなよもう。いやーダメなんだよ。そのギャップが嫌なんだけど、あれ自体をそういう機能を持つ機械、無機物だって思うとなんかすごい大丈夫になる。見た目がダメなわけじゃないんだよね。だからそう害の命の大きさが大きいのが怖い。何を言ってるんですかあなた。命の大きさなんかが。セミって命の大きさ大きいよね。私命の大きさ見たことないからわかんないんだけど。命の大きさってなんだろうって今すっごいね、頭抱情報でえ捉えたことないからわかんないなちょっと。確かに目には見えないものかもしれない。大体命の大きさなんてね比べるもんじゃないのよあなた。そうか、そうだね。そうですね。五分の魂って言うもんね。そうだけど。そうね。はい。いやー、あとなんだ。共同生活でしょ。衣食住なわけじゃない。衣食住と娯楽。娯楽。テレビは1個ですか？あ、各自の部屋にあるんですか？一個でいいな。私見ないし。まあ、リビングに1個あったらいいんじゃない？そうね、リビングに1個あったら、あとはなんか各自パソコンあるし。まあ例えばさ、その民放でさ見たい番組がかぶった時はどういうルールで決めればいいんですか？もうそれはもうガチンコの殴り合い？そりゃそうよ。オッケー。武器がいいですか？武器はありにすると私負けそうな気がするのは気のせいでしょうか？気のせいですかね？あれ？じゃあ分かった。武器は禁止しよう。武器はダメね。特殊能力はありですか？特殊能力？赤坂ほら触手使えるからさ。触手使えるんだいつかちゃん。猫のところがちょっと触手的に使えるから一応さ。すげえ、さすが。どうしよう。リエ変身したらワンチャン発光できるかもしれない。ピカン。光るだけ。光るだけなんだ。光ったわあ明るい。そんで触手に絡め取られて、わーってちなみに七瀬は全然見たいテレビとか生まれて一度もないんで大丈夫。本当に好きにしてもらって大丈夫。でも私もね、最近はもっぱらないな。一時期はね、テレビかじりつき族だったけど、最近もっぱらない。ホラー番組、テレビでやるようなホラー番組のチープなやつ好きです。あ、わかるかもちょっと。
二人で楽しく見てね、リエはその時間ね、お部屋に引きこもって、なんか配信するなり、なんか作業するなりしてるから、楽しく見ててください。再現 V でしかさ、ホラー再現 V でしか得られない。そう味わいあるよね。そうもう100作り物なのが分かるのがさ超おもろいんだよね。その白塗りのさ女性がこうわざと白目ひんむいてるのとかね。無理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 。髪の毛ボサボサにされて。だってああいうのってなんかさ、本物呼びそうじゃん。なんかあれはあれだけど、なんかやだな。まああんなんじゃ来ないよ。なんか別に来ても分かんねえし。そんなお暇ちゃうから。そうなんか構ってる暇ないからさ言うてきたところで。やっぱリエはお部屋にその時間引きこもってるから楽しく見ててね。いってらっしゃい。じゃあさ、うんもしもですよ、はい。このシェアハウスでうん心霊現象が起こった場合どういったルールで立ち向かえばいいですかね。心霊現象。心霊あ、その場合の現象後の掃除のことを考えずに、うん塩やハイターを散布することを許可する。ああ、いいねいいねいいね。ハイター。ハイターって聞くの？ハイターとファブリーズをとりあえずそう。散布することを許可。ハイターとファブリーズは聞くの本当に。せめて聞いてくれという丸あがきでございます。強そうじゃん。目に入ったらなんかそうね。痛そうなもん。立ち向かってもいい。立ち向かう。いやー、肉弾戦じゃあちょっと不利かな。だってノーマルタイプの技効かないから。確かにな。ゴーストってなんかちょっとやっぱ特殊能力光ったらワンチャン勝てるんじゃない？フラッシでも出た時はちょっとリエさんに光っていただこう。表に一番怖がりなのにをされるのなんて。つい控えるから。じゃあそうしましょう。その間に七瀬がハイター巻くから。塩巻いとくね。まさかの塩とかうまいとく私。買うもん。光ることがそんなとこであだになるとは本当に思わず。パフェポラジ何せね、シェアハウス住んでた時あったんだよね。そうなんだ。そう、ちょっと短い間だったけど、住んでた時あったんだけど、あれだな、あったルールといえば他の人の部屋に勝手に入らないとか。当たり前当たり前すぎて今ルールに入れなかったわ。とかね、なんか。あと郵便物触んないとか、そう。はい他の人の欲しいも勝手に開けないとかね。そう。はい。いくら自分の部屋にしか呼ばないとはいえ、人を呼ぶときは必ず事前に申請しようね。そう当たり前じゃない？いや、マジでそうだな。いや、なんかさ、知らない当たり前人いたらのことこそさ、事前に共有しとかないと、実はさ、そのさ、常識だと思っていたものがずれてた時の悲劇よ。そうだな。まあ確かにねそうだな。そうだ、リビングにいきなり知らん人いたら七瀬本当にって顔しちゃう。だって私も君たちと話してるだけで常識だと思ってるもの結構瓦解してるからな。植物を風呂に持ち込むなんて常識に考えてありえないと思ってる。だってちょっとなんでだっていつかちゃんを長風呂させてみたいよね。別に長風呂閉じ込めたお風呂で、とりあえず、タブレットと、なんか、いい感じのお茶と、チョコレートとか置いて。いや、マジで最高よ。風呂で飲食はしない。そうなのか。したくないもうしつけだね、もうこれはね。しつけなのか？しつけの域じゃない。しつけかわかんないけど個人的に嫌。そうなんだ。そうなんだ。置かれたところで何置いたんだっつってバッて持って帰れって。そう。じゃあさ、大きいさ、お鍋とかを風呂場で洗ったらダメってこと？ごめん、それ私も嫌だ。前だよ。めっちゃ楽なのに。めちゃめちゃ楽なのにあれ。なんかさ、風呂場でお湯溜めてないような状態の乾いた風呂場で、靴とかを洗うはまだわかる。
ああ、それはいいの？それはいいの？私、一番嫌だなって思うのが、お風呂の排水管とキッチンの排水管って多分作りが違うと思うんだよ。で、そうだね。油汚れが排水管に固まってっていうのでが一番嫌で、確かに。お風呂場で流れるゴミとか赤の類と、キッチンから流れるゴミとか赤の類は多分違うと思うから、そこは確かにタンパク質由来か。そうそうそう、そこは分けたいんだよな、せめて。そうですね。なるほどな。そう、洗い物関連で言えば私一個君たちに守っていただきたいルールとしては、はい。食器をシンクに絶対に溜めない。溜めない。使ったら洗え。その場でだ。その時はぜひいつかちゃんの洗い物応援プラン。応援プランを作らせてください。そのサブスクまだ有効なのかよ。だって現在進行形でシンクにお皿溜まってるよ。なんでなんだよ。ならせ昨日洗った偉い。偉いじゃないんだよ。都度洗え都度。いやマジで。いやでもシェアハウスするときそういえば七瀬の住んでたところにもそのルールあったわ。料理し終わったり食べ物食べ終わった後はキッチンは全部元の状態に戻すと。ほら、鍋も洗うしよ。皿も洗うし全部拭いて元に戻しとくっていう。あ、でもなんか逆に共同空間ならできる気がするな。逆に。あ、でもそうかもね。なんか人のためとかなんかルールだよって決められてたらできる気がする。確かに七瀬もその住んでる時できてたもんな。できるかも。でも応援プランは欲しいかも。今は？今はだってね七瀬しか住んでないし誰も怒んないしややキッチン広い物件にしたから結構貯めれるしそのやや広いキッチンは貯めるためにあるんじゃないと思うんですよね。なんかさ、シンクに溜めないってなるとさ、こうキッチンの作業台の上にお皿溜まる。いや、違う。じゃあ分かった。言い方を変えよう。シンクおよびキッチンの作業スペースに溜めない。テーブルにもだ、もちろん。封じられた。使ったら洗う。オッケー。いやそうなんだよな。そうなんだよね。使ったらね。なんだよね。お皿なくなっちゃうしね。そうなんだよね。使っていくとね。サブスク入るね。応援してもらおう。頑張れ。ほら、すぐ洗えるよ。大丈夫。あ、いいね。そう、綺麗に洗えたじゃん。いやの？そう。それを。本当ね見てこれどうかな。すごい頑張ったね。幼女か。お手伝い。うちの息子と同じやそれ。いや、応援してもらうのはまあ大事だってことだよ。でもそうだね。まあ応援がねこうやってあればきっと1ヶ月間のシェアハウス生き延びれると思う。ね、本当かよ。きっと洗い物に関してはもできる。あれはその他掃除共有部分の掃除については当番制。3のつく日は3のつく日はいつかちゃん、2のつく日はりえちゃん。ね、待って。はい、クイックルワイパー担当やる。お前それさ、待って、そんな、りえさん待って。よく考えて、今の七瀬の割り振りよく考えろ。こいつほぼやらないつもりでいるよ。3のつく日がいつかちゃんでしょ、2のつく日がりえでしょ、1がつく日がベリちゃんでしょ。均等に来るんじゃない？1ヶ月だったら。いや、じゃあ七瀬そんなことは言ってない。1がつく日とは言ってない。1がつく日だよね。多分確実に大丈夫。そこは逃がさないからね。その他七瀬やるから。毎日日替わり3人一周したら次ね。りえさん七瀬赤坂、りえさん七瀬赤坂で。でもりえのねお掃除のね欠点がありまして、最近目が悪くって。ほこりちゃんと見えてないらしくて、片付けた掃除したドヤーって言って残ってるらしいんだけど、どうしよう。メガネをかけなさい。頑張ってください。見捨てられたまあ掃除機かけた後にさ拭くじゃん。
掃除機かけ何をてクイックルワイパーして、クイックルワイパーのあれ、うんマジックリンして、大掃除してる？は？大掃除の話それ？これもデイリーの掃除としますね。がデイリーのはずなんだけど、ちょっなんで10日に1回とかしかできてないんだろう。 10日に1回も偉いっ10日に1回て。も乗らない。なんせあれロボット掃除機しか掃除してないようちの床。わかった。はい。シェアハウスにロボット掃除機導入しよう。あ、そうだねそうだね。そう、うちのやつ持ってくわほな。それがいいきっと。持ってく持ってく。めちゃめちゃいいやつや。ロボット掃除機ってさ、拭き掃除もできんの？あ、できるできる。うちのやつできるよ。タンクに水入れとけば、なんや洗剤入りの水を入れとけばね。でもロボット掃除機って本当になんていうか人の手に勝てるんなんで、ですよ。おつぼねムーブしようとしてる？シュートメムーブしようとしてる？端っこのさ、なんか細かいところまでちゃんと掃除できるのかしらね。でも聞いていつかちゃん、七瀬この間さ、ソファーを買い替えたんだよリビングの。でソファー今まで置いてたソファーを本当に、引っ越し以来初めて動かしたんだけど、めっちゃ綺麗だったよ床。おお、優秀じゃん。そうめっちゃなんかその業者さんが来てさどかして設置してって言ってくれたんだけど、めっちゃ床綺麗でふふんって思ってた。ドヤ顔してた。あ、それあれだね、ロボット掃除機が入れる隙間があるタイプのソファーだったら有効なわけだね。そうそうそうなのそうなの。なるほどね。高さもねちゃんと合うやあ、掃除で思い出した。はい。お皿割ったらアラーム鳴らすので近寄らないでください。破片が飛び散って危ないです。ビービー割るな。いや、割りたくはないんだよ。割りたくはないんだよ。割ろうと思って割ってはないんだよ。ただ、なんか、よく割れるから、その1ヶ月の間に1回も割れないという自信もなくっいや、て、だって皿割れるなんて年一あるかないかでしょ。割れないなうちもあんまり割らんかもなあんまりおか割れない。しいな。おかしかない。あとはあれかもそもそもなぜフライパンごと食ってるからかもしれない。皿にもらう皿の出番がないもんね。皿の出番がなかった。取っ手が取れるティファールをそもそも皿にしてさ、割れない皿使えばいいじゃん。やだ。あねは？今いつかちゃんがなんか陶器のちょっと重みのある、質感のあるお皿じゃないと気分上がらなくって。じゃあ分かった分かった。あれですよ。春のパン祭りのお皿丈夫だからパン祭り皿にしようぜ。それはね、大丈夫やねすごくね、気になってる。あれはちょっとね、噂に聞くそうからにめちゃくちゃ良さそうですごい気になってる。そう、あれ本当に割れないし、見た目的にも美女もいいから、とてもいいですよあれは。本当に割れないやつは。じゃあ今度の春のパン祭り、春だからもうすぐか？そうですね。あ、ちょっと集めてみよう。本当に割れないから春。のパン祭りうちにもあるわ春のパン祭り出身の皿。そうなんだ。実家にもずっとあるもん。うん幼少期からずっとあるもん。そうなんだ。なんせジモティーでもらったけどな。ジモティーで。そうメルカリにあったりすんじゃんよ。あったまにあったりするよね。でもねジモティーだったら無料でくれるから。まあね。お皿欲しい人どうぞみたいな。ちょっとリスクあるけどね、知らん人と会うっていうね。あーなんとまあ。あとはうん。共有部のインテリア。いやもうお任せします。お任せします。彩りはいいですもか？うもう飾っちゃってください。ね、いいんですか？私も別にこだわりが全くないわけではないんだけど、うん私、いつかちゃんのセンス信じてるから。じゃあもうなんもない。別にそんなにセンスがいいわけではないけど。でっきいユリの花とか飾らなきゃ大丈夫。あ、そう、それは本当にそう。なんだでっけえユリの花って。いやなんかすごい方向を放つ系のさお花あるじゃん。あれなんか怖いんだよねあれなんか見られてる気がして。ちょっとそれもわかる。それもわかる。ちょっと匂いも普通にきついのもある。そう。まあハイビスカスは全然大丈夫。季節の花を飾ることはあるけどさ。あうん。別にそんな匂いの強い花は普通になんかリビングとかにも置かないね。あすげえ。てかあと花を芳香剤置く。芳香剤は別に置きたいじゃん。
リビングのいでもそれはい感じの香りそれはすいい。それはとてもいい。邪魔にしないなんかも程度の花だったらね。ういい匂いのする部屋に住んでみたい。そうそう。わかでる。かつ季節のお花でなんかちゃんと季節を感じられるようなねは感じにするあーっていうのはすごい。うん。好きですね。丁寧な暮らしだ。ね、なんか七瀬の生活の質が上がりそう。でもさ、憧れの丁寧な暮らしに。今はさ子供がいるからそこまで丁寧にできてないけど、うん一時期やってた。すげえ。だから七瀬の生活の質が上がるってことはさ、いつかちゃんの生活の質は下がってるんじゃないかと思って不安になだから嫌だっつってさ。私にメリットないんだもん。気軽にコラボができる。七瀬多めにご飯作るから食べていいよ。私もご飯作るからさ。食べて。それは惹かれるものは私ご飯作るの嫌いだからさ。じゃあ我々がいつかちゃんにご飯を作ろう。これで我々が自分の価値をありがとう。高めていくしかない。やばい。そんなこの話変わってくるな。ね、そうでもしないと見捨てられるから。いや今思った。そうだわ。いつかちゃんが帰ってこなくなっちゃった。月の半分くらいで。あれちょっと待って。機材トラブルがあったら総出で多分みんなで知恵を出し合えばなんとかなる。確かにそうだね確かに。いいね。 BS がマイクがって。そうだね。それはね。足つぼは共有できる。なんでごめん。人が乗った足つぼは共有できない。じゃあ無理だ。じゃあ無理だった。じゃあダメでした。前足つぼね。前足つぼね。ここのねま。あでもほらあれやったらほらノニジュースとかさそういうのはね分け合ってごめん。もいいん七瀬じゃない？人のノニジュース飲めなくって。別に口つけたやつじゃねえよ。つけてなかったでしょ。ボトルがねありますね。人当てにちょっと送られたノニジュースはちょっと飲めなくてごめん。でもね、わかる。人宛てに送られたのは私もやだ。なんかいつかちゃん買ってくるわ。まあそれならまだマシかな。うんちょっと待ってよ、そう封じないで、ハックしないで。それ買ってくるわ。オッケー。七瀬人からもらったものを残せないっていう選択。やばい、ハックされる。大丈夫ちょっとおじさんの味がするだけだから。おい。ジュースか。でもあれ辛いよね本当に。ただ超辛い。そうなんだ。個人的には飲んだことないけど。クテー茶も相当辛い。ねえ、それまだ苦い。いい経験だからな。苦味。なんかね、青虫を噛んだみたいな。青虫を。ミルー系だったらまだないけど。うげってなる。なんだろう。うんうげってなるの素直に。苦いとかまずいとかしてうげってなる。あれなんだ。怖なんかコオロギレベルだったらいいんだけどね別に。一生飲まずになんせ過ごしてそのまま終わりたい。チャレンジしてみたいですけどね。はい。いやでもなんかいろいろルールしっかり集まったから、意外とね、ちゃんある程度とベーシックなものから。ね、そうそうそう。だからまあ割とうまくいくんじゃないかな。いやルールなくてもうまくいく気はするんだけど、うまく生活できるんじゃないかなって。ね、なんか想像したらすげえ楽しそうだった。いやなんかこうねご飯もね、こう一人で食べるの寂しい時に声かけたらいるっていいな。確まあご飯作ってくれるんならやぶさかでもない。全然作るもう作る作っとく、好きなの食べていいよ、パタッパ入れとくあから。いや料理さ別に下手なわけじゃないんだけど献立考えたり作るっていう工程が嫌いだからさ。そう私も献立考えるのは正直苦手なんだけど、なんか1ヶ月ぐらいなら張り切れちゃう。あれしてほしい。なんかさ、作るまでは好きなんだけどさ、タッパーに入れるのあんま好きじゃないんだよね。わかる。それは私結構むしろ好き。そう、なんかね、だからそこやってほしい。やるそれちょはいい。うどいいタッパーを出してきてしまって、冷蔵粗熱取れたらできた冷蔵庫。時気持ちいいじゃん。そうなんだけどね、苦手なんだよな。なんか
かッキングして綺麗に冷蔵庫にしまうまでが楽しいんじゃん。私それできないんだよね。なんかねめっちゃ品数作っちゃうの。なんか手なりに10品ぐらいバーっていっぱい作って、でこれどうするみたいな呆然として全部のなんかボールごとラップとかしちゃったりとかして、作りすぎた時は小分けに、ジップロックに小分けにして冷凍にするけど、いやそうでもできないんだよな。でも日付書いたりとかあんまりめんどくさいからやんないけどね。あね、そうそう、日付書くっていう発想がなかったよ。なかった。なぜだからさ、肉とかも冷凍するときさ、何も書かずにさしまっちゃうから最近書くようにしてんだけどさ。なるほどね。いやいちかちゃんに分かりやすく言うと、なんでその発想がないかっていうと、大体旦那が翌日に食べきるからです。ああ、ほなええか。大体食べきるからね。じゃあ別にいいんじゃない？翌日ぐらいまでしか持たないから。まあまあ。でも調理してないお肉とか、でもあれか、りえちゃん小分けのやつしか買わんって言ってたからね。そう最初から小分けだから。そう。やっぱ大量に買って小分けにして冷凍庫に詰めるっていう作業がねやっぱりありますからね。一時期やってたけどね、一時期やってたけど、だったら小分けのいっぱい買ってくるんでよくないっていうのに落ち着いた。確かにまあ冷凍解凍するとねちょっと味落ちちゃうしね。私あとあれ好きなのよ、炊いた米をラップに包んで冷凍する作業、あれは好き。あれならせできない。私もできない。私もできない。一回冷凍されちゃったお米に対してなんせすごい人見知りしちゃって全然食べれないんで、初めましてみたいな感じになっちゃうからちょっと何言ってるかわかんないんだけど米見知りしちゃうんだよね。なんか何米見知りって初めて聞いた。なんかさ、自分で炊いた米とか人が炊いてくれた米、その炊飯器にある状態のお米ですごいなんか仲いい友達みたいな感じでありがとうみたいな感じでいけるんだけど、一旦冷凍された米見るとありがとうございますみたいな感じの心の距離になっちゃう。冷蔵したやつってチャーハンにすごくいいんだよね。そうなんだ。いやまあチャーハンそもそもそんな食べんからなんかもしれない。もう白い飯が好きだから。でもなんかその冷凍しておけばさ、別にいつでも米が食べれるなっていう。うちはそれがあんまりうまくいかないというか、冷凍庫の匂いが移るのとかもちょっと嫌だったりとかもするので、うちが生み出したライフハックは、炊飯器を3合だけにして基本2合とか1合、2合ぐらいしか炊かないから食べきる。違う、食べきっちゃダメなの。夜食とかでちょっと食べたいなって時があるの。なんかそういう時はなんか麺とかパンとかの出番だから違うの。いいかな。夜に茶漬けや卵かけご飯が食べたい時があるの。納豆ご飯食べたいね。食べたいけど食べちゃダメなんだもん。食べるの？いやパンとか麺とかダメだろそれで言ったら。食べないよ。麺だるいからだからやらないし、パンはまあなんか最悪パンぐらい。なんかでもそれで言うと七瀬もなんかそれに似てるっていうか似てるようでちょっと違うんだけど、あればあるだけ食べちゃうのよ夜中とかも。だからもう自分への戒めとしてうちは5合炊きなんだけど一人暮らしだけど、3合しか炊かずにもう3合食べきったらもう今日は食べちゃダメっていう風にしてる。偉い。そう1日3合までしか食べない。偉いね。食べきったらもうおしまい。私は食べる。食べるんか。結局でも最近なんかさ冷凍ベーグルとかってなんかこっそり食べ物食べないとかさ、こっそくはないんだよ別に。ちょっと日持ちのするいつでも食べれるもんをちょっとだけ常備してさ、なんかちょっとこそこそ食べたりしてんだけど、美味しいよね食べるのね。お腹空いてきちゃった。お腹空いたねえ。もう毎度我々遅い時間にやってるからお腹すくんだわ。お腹空いたんだけどどうしてくれんだよ。しょうがないな。じゃあカレー作ってあげるから。わーい寝れなくなっちゃう。カレーのトッピングは梅干しだ。美味しいんだよ。初見です。同じく初見です。ちょっと私梅干しくんのことそこまで信じれない。リアイベで出した時大好評だったんですよこれ。そうなんだ。大好評だったの。騙されたと思うから。騙されてみるか。梅干しなんだかんだでなんか福神漬けみたいな雰囲気。近いっちゃ近いかな。なんかアクセントにちょうどいいですよ。確かに酸っぱいの合うもんな。
面白いです。いい知見を得ました。どうやってまとめようって今なってます。こんなもんですね。はい。ということで、まあシェアハウスやりませんけど、ルールはまあちょっとね、まあね現実的には難しいけど、こうやってね空想してみるのも楽しかったね。楽しかったね。はい。よろしければね、皆さんもお前らこのルールあった方がええでっていうのがあったらコメント欄で教えてください。はい、それは教えてください。はい、最後に七瀬の住んでたシェアハウスにあったルールがもう一個だけあって、部屋の中でこう用を足さないっていうルールがありました。何を言ってるやのだ。った人がいたらしくて、過去にトイレでトイレはしてくださいっていうルールがあったのを今思い出しました。そこまで野生味あふれてないわ。そこまで俺ちょっと想像を完全に逸脱してましたね。ちょっと知らない世界があるみたい。このルールはじゃなくても大丈夫かな。当たり前じゃない。パフェポラジっていう感じで、はい、じゃあ最後に宣告知の伝しますか。タイムですね。告知だ。今日どこまで喋ってよかったんだっけ。チケットがねもう販売されてるんですよ、実はもう。そう。ね、というわけで、先週はい、チケット何のチケットでしょうか。ダダダダダーンということで、はい、我々パーフェクトポッピンパニックパフェポパの第2回自主主催イベントパフェポパーティー2026君の隣で公開収録2026年5月10日開催です。よいしょー。やったやったイエイ。ー。みんなもうチケット買ってくれた？買ってるよね。買ってる買ってるよね。買ってるよね。買ってるよね。ね、買ってるよね。買ってるよね。買ってるよね。買ってる。買ってるみたい。買ってよかった。安心。いや俺行かないもんなって顔してるそこの君来るんだよ。そうだよ。来てください。来てね。お願いします。まあね、本当にどうしても物理的にね、無理な方もいらっしゃるかもしれませんがね。まあでも来てください。来てください。魂だけ来てくださいじゃあ。心も飛ばしてね、来ていただければと思います。はい。はい。場所はどこでしたか、ベリちゃん。はい。東京都上野から御徒町近辺のどこかしらの地下です。地下です。地下でやります。半地下って言うとしたけどちゃんと地下だった。地下賭博とかやってませんのでご安心くだ大さい。丈夫です。はい。地下チンチロは催されませんのでご安心ください。どんな心配よ。地下足つぼはあるかもしれないけど地下チンチロはないから安心して。地下室何何か奪われそう。やばい、なんか吸い取られそう。はい、というわけでそんなねパフェポンパーティー2026、あれチケットおいくらでしたっけ、いつかちゃん。おいくらでしたっけ。はい、こちら、通常チケット3500円の色紙がつくとなんと4000円。お、色紙お得だなっていう感じの価格になっております。そうです。はい。まあね、前回のなんかさ、前回グッズ付きのチケットが枚数制限があったと思うんですけれど、はい、今回色紙付きに関して枚数制限ございませんので、どんどこ買っていただいていいですし、はい、どうせだったらつけた方がいい。はい。頑張ります。頑張ります我々。はい。で今回ですね、前回と同様2部制を取らせていただいておりまして、第1部13時から14時半、第2部が17時から、18時半というお時間になっております。で、こちらなんですけれど、第1部お昼の部ですね、こちらの方をこのパフェポパラジオの公開収録として扱わせていただきますのでよろしくお願いします。はい、公開収録。みんなも一緒にイエーイとかわーとかやろうね。ね、ガヤになってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で第2部はですね、皆さんなんかわちゃわちゃ一緒に遊べるような企画も考えておりますので、そちらの方も楽しみにして、ぜひ全通してください。してください。よろしくお願いします。他の人のためにチケット全通じゃなくて一部だけがいいかなとかいう遠慮は無用です。
はい躊躇なく全通してください。よろしくお願いしまおす。待ちしてます。いやグッズの話もしちゃう？いいんですか？いいの？いいんですか？グッズの話も。私もしちゃう。いいですか？いいじゃないですか。決まってるところ。いいんですか？じゃはい、ということであ、はい。今回もたくさんのグッズご用意いたします。はい。はい。今回ですね、パフェポパラジオじゃないですか。このラジオにあやかったグッズなどもね、ご用意させていただく予定でございます。はい。です。パフェポパラジオのねロゴがね、今動画だったりサムネだったりね使わせていただいてるんですけれど、なんとこのロゴステッカーになります。嬉しい。はい。はい。しかもねステッカー欲しい。そうイベント販売用のステッカーに関してはちょっと特殊なデザインもねなんかちょっとね特殊仕様でねいい感じにしたい特殊仕様でお送りしますんでね。はい。もしかしたら今後そのラジオのロゴ、普通のロゴステッカーはね、通常販売あるかもしれませんが、イベントでゲットできるステッカーはちょっと特別なので、はやっぱねよろしくお願いいたします。ぜひねここだけの特別仕様のものっていいよね。ときめくよね。はい、そしてですね、アクスタであったりとかね、はい缶バッジであったり、いわゆるグッズもね用意しておりますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてまあ例のごとく缶バッジはね、我々と君たちの勝負です。そうではないんだけど、宣戦布告してるそうじゃないです。そうじゃないですよ。我々が負けるか否かなだけだから。別に勝ちとかじゃないんだよ。我々にあるのはみんなを喜ばせた実績か負けかどっちかです。マジで頑張ります。今頑張ります回もねはい。頑張りますんで頑張ってください。はい。あともう一個ね、もうあと2点ほどありまして、もう一個がですね、台本風クリアファイル。そうですね。このねパフェポパラジオのね、ありもしねえ台本。ありもしないって。ありもしねえ台あ本。全部計算かもしんないじゃないですか。わざわざね作ったんでそれのためだけにクリアファイルにしてちょっとね中に書類など入れられるような A4 サイズのねやつ作ろうと思ってるんでね、そちらも楽しみにしていてください。はい。もう一回ちょっと秘密にしとくか。秘密にしとこう。これはシークレット。全部言っちゃうとね、ちょっとねあれだから。ちょっとさすがにシークレットシークレットですねこれね。オッケーね。次の用意してます。はい、なかなかね、愉快、楽しい、素敵なものをね、準備しているので、みんな、あれかな、これかな、楽しみにしていただければと思います。思います。はい。というわけで、待ってるからね。はい。お待ちしております。よろしくお願いします。お待ちしておりますはい。で、このイベントの、詳しい詳細に関しては、どんどん小出しにさせていただきますので、我々3人のチャンネル登録、そして、X のフォローもぜひお忘れなきようお願いいたします。はい、この動画の高評価ボタンもしてね。はい。というわけで、今日のラジオはここまでです。じゃあ今日も、おつパフェポパで締めたいな。揃うかなチャレンジ参りましょうか。はい。それじゃあ、いきまーす。せーの。おつパフェポパまたねー。よーし、揃った。